皆さんこんにちは、ともりあなたです。今日は正しいワセリンの使い方について皆さんにご紹介したいと思いますので、最後までご覧ください。究極論ワセリンだけでスキンケアはいいんですっていう方もいらっしゃるんですけれども、本当はこういう人は使ってほしいけど、こういう人は絶対使っちゃダメですっていうこともありますので、今日はそういったことをしっかりとお話ししていきたいと思います。では早速結論から言うと、絶対こういう人は使っちゃダメっていうのは、まずはニキビ肌の人、敏感肌の人、乾燥肌の人、この3つの肌タイプの人はですね、絶対にワセリンを使うのは考え直した方がいいかなと思います。ではその理由などもしっかり話していきますね。まずですね、ワセリンって何かっていうと、もともとは石油から作られています。石油から作られてるって肌に悪そうみたいなイメージですけれども、その石油から作られてるって言って全部が悪いわけではなくって、石油っていうものを本当にきれいに生成していって、不純物を取り除いて作っていくんですね。なので私たち皮膚科医もですね、炎症が起こったお肌の人には何もスキンケアをしないようにしてワセリンだけ塗ってくださいということもあるぐらいなので、ワセリン自体は全く悪いものではないです。なのでさっき言ったニキビ肌の人とか敏感肌の人だとか乾燥肌の人が使って何か肌荒れを起こすっていうよりはちょっと向いてないっていうような話なんですね。じゃあワセリンなんですけど、一応種類があります。大きく分けて4つ種類があって、まず黄色ワセリン、白色ワセリン、プロペとサンホワイトっていうものであります。ちなみに黄色ワセリンとプロペトまでは医者の処方箋でね、お出しすることもできます。サンホワイトだけは市販で売ってるものになりますので、ちなみに我が家にもあります。我が家にはですね、こちらのワセリンって書いてありますけれども、これは後ろはですね、なんて書いてあるかっていうと、成分は白色ワセリンって書いてありますね。なのでこれ自体はさっき言った黄色ワセリン、白色ワセリンのうちの白色ワセリンになります。こんな風に黄色ワセリン、白色ワセリン、プロペト、サンホワイトというもので分かれているんですけど、これでじゃあ何で分かれているかっていうと、不純物をどれだけきれいに取り除いたかによります。イメージとして石油って黒っぽいじゃないですか。それをどんどん純度を上げて、どんどん不純物を取っていくと透明度が高くなっていくんですね。なので黄色ワセリンってちょっと黄色っぽい、それが不純物ってわけじゃないんですけども、そういった色がついててちょっと白色になって、プロペトからはちょっと透明っぽくなって、サンホワイトはすごく綺麗に透明になるっていうイメージだと思ってください。ただ不純物があるからといってじゃあ肌にものすごく悪いかって言ったらそういうわけでもないんですね。ここら辺は黄色ワセリン、白色ワセリン使っていても特に肌荒れを起こさないっていうんだったら、全くそれをプロペトにしなきゃとかサンホワイトにしなきゃっていうわけではないです。じゃあ私たち皮膚科医はどんな方にこのワセリンっていうものを処方したり、あとはスキンケアでこれ使ってくださいっていうかっていうと、ものすごく肌に炎症が起こっている人です。例えばやけどをした後の場所だったりとか、ものすごくアトピー性皮膚炎でも真っ赤で、もうお薬とか以外を塗るとヒリヒリするような重度のアトピーの人、あとはアトピー性皮膚炎で湿疹がもう本当にお顔全体にできている方っていう方にはこのワセリンを塗ってくださいって言います。先生、さっき敏感肌とか乾燥肌の人には向いてないって言ったじゃないですか。なんでアトピーの人には処方するのに他のね、敏感肌だったりとか乾燥肌の人にはあんまり向いてないって言ったんですかっていう声がね、聞こえてきそうなんですが、ここが大きくワセリンというものを理解したらしっくりくると思います。そもそもワセリンというものはですね、皮膚の一番上にある角層の上に膜を張って、内側の水分が蒸発していかないようにするものになります。なので膜を張りますから、良くも悪くもただ膜を張るだけなんですよ。やっぱり肌を守る成分には皮脂が出て、皮脂が角層の一番上に油分の膜を張ることでバリア機能がもう完結しますから、皮脂の代わりにワセリンを塗って守るっていうことはすごく大事なことなんですけれども、実は私たちのバリア機能っていうのはその皮脂だけで完成しているわけではないです。実は私たちの肌の水分っていうのはもちろん皮脂は大事なんですけど、それ以外の成分もあるんですね。それが角層と角層の間をくっつけている細胞間脂質だったり、あとは天然保湿因子と呼ばれるものになります。こういったものが例えば肌の水分を引っ張ってきたりとか、くっつけたりとか逃がさないようにして角層の内側にこのお水を維持して、それを蒸発しないように皮脂で膜をしているっていうので
で皮膚のバリア機能っていうのがコンプリートされているんですね。ですからやっぱり肌の内側にある天然保湿因子だったり細胞間脂質っていうのもすごく大事なものになります。さっき言ったアトピー性皮膚炎の人、すっごく炎症がある人はどっちもなくなってる状態なんですね。もうむき出しの状態だからこそ肌に炎症が起こってかゆみが起こってるわけじゃないですか。でそういった時によく保湿剤っていうとよく聞くのがヒルドイドってお薬じゃないですか。あれには実はワセリンもちょっと入ってるんですね。あれにはヘパリン類似物質っていうどちらかというと天然保湿因子だったりとか水分を閉じ込めるものがメインなんですけど、多少ワセリンも上に入ってるんですよ。なのでアトピーの人にそういったものをお出しすることもあるんですけども、そういうヘパリンだったりとかそういったものがそれでさえもかゆみを起こしてしまうっていうことも十分考えられるんですね。なので重度のアトピーだったりアトピーがもう本当に炎症がすごい人っていうのはとりあえず膜を張って守りましょうと。でもちろんお薬を入れて本当に応急処置な感じで膜を張ってとりあえず沈めましょうということをするので、そういった時は他の余計な保湿とかをするとますます炎症が波及していったりとかひどくなってしまうことがあるので、仕方なく応急処置のために薬とワセリンということはします。なのでそういった乾燥肌だったりとか敏感肌の人っていうのはワセリンだけ塗ったらどうなるかなんとなくわかりますよね。内側の水分を維持するものは何も与えずに外側の膜だけ張ってももちろん水分は蒸発していかないんだけれども内側が乾燥しているっていうこと自体は改善はしないんですね。なのでスキンケアっていうのはもちろんそういったお肌に水分を入れて角質をね潤わせて、でその一番上に膜を張るっていうことがとても大事なことなので、やっぱり乾燥肌、そこから来る敏感肌、炎症が起こってないっていう前提ですね。そういう人はワセリンだけを塗ってもいつまで経っても乾燥というものは治らずにワセリンが張ってるだけなので、自分がね水分を生み出せるような能力がしっかりと備わってればいいんですけれども、やっぱり乾燥肌の人とか敏感肌の人それが低下していることが多いですから、そういう人はなるべくヒアルロン酸とかセラミドとかあとはヘパリンだとかそういったもので細胞の角質の中を潤わせてその外にワセリンを塗るっていうんだったらいいんですけど、ワセリンだけっていうのはなかなか乾燥肌っていうのは改善しないです。ですから重度の炎症があるようなアトピー性皮膚炎の症状がある人とかだったらいいんですけども、そうじゃない乾燥肌の人だったりとか敏感肌の人はワセリンだけではダメだよっていうことを覚えておいてください。でもう一つニキビ肌の人っていうのはどういう方かっていうと、内側にね水分がある程度あったりなかったりもするんですが、大体の人が普通です。ただ何が違うかというと皮脂分泌がすごく過剰なので、皮脂がいっぱい出るから毛穴の中に皮脂が詰まるわけじゃないですか。で皆さんなんとなくわかると思うんですが、皮脂っていうのとワセリンっていうのは同じ油なので、油が多いのをケアをしてね油を少なくして毛穴の詰まりをなくそうとしているのに、ワセリンをね塗っちゃうと皮脂をねさらに与えてあげてるような感じなので、毛穴詰まりがさらに助長してしまってニキビを作ったりっていう風になりますから、ニキビ肌の人は絶対使わない方がいいかなという風に思います。じゃあどういった人がこのワセリン使うべきかっていうのと、どういったところに塗るかっていうお話なんですけども、まずワセリンを塗って調子がいいっていうのは健康なお肌で普通肌の人だと思ってください。きちんと自分で角層のところにも天然保湿因子だったりとか細胞間質がちゃんとあって適度な皮脂が出ているから、あんまり肌荒れをすることがない。だからこそ、ちょっとしたワセリンのような膜を張るものだけを塗っていても内側からきちっと自分でね細胞間質を作ったりすることができるので、ちゃんと潤えるっていう人、そういう方は本当にワセリンだけでも本当に肌が綺麗になると思います。なのでそういった人は安心して、お顔全体にね、薄くワセリンを塗るっていうのは本当に全く間違いではないですし、それで調子が良ければそれは続けていただいた方がいいと思います。じゃあ本当に敏感肌とか乾燥肌の人とかニキビ肌の人はどこにも使っちゃいけないかっていうと、そういうわけでもなくて、お顔全体に使うのは本当控えた方がいいです。乾燥肌の人、ニキビ肌の人はですね、ちゃんと自分で潤いを与えて、できれば細胞間質の助けになるようなセラミドだったりとか、あとはアミノ酸系ですね
だったりとか、ヘパリン類似物質だったりとか、あとはヒアルロン酸とか、そういったものでしっかりと角層を潤わせてから、そこから膜を張るというものでワセリンを使う分にはいいですし、その他の部分だったら目の周りとか唇とかで使う分にはとてもいいと思います。ワセリンを塗るからこそすごく肌が綺麗、なわけじゃなくて、自分に合ったワセリンの使い方、そしてどんな人がワセリンを使った方がいいかっていうのを覚えておいていただければいいかなと思います。いかがでしたか？今日はね、ちょっとワセリンについてお話をしてみました。このチャンネルではこのように美容や健康についてね、皆さんに分かりやすく解説していますので、チャンネル登録まだだよっていう方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。